キリスト教の奉仕活動と社会貢献。イントロダクション。キリスト教は、世界中で信仰されている宗教の一つです。その教えに基づいて、キリスト教徒たちは様々な奉仕活動を行い、社会に貢献しています。本動画では、キリスト教の奉仕活動と社会貢献について、ずんだもんと四国メタンの対話形式で解説していきます。奉仕活動の意義と種類。キリスト教の奉仕活動はどんな意義があるのだ？奉仕活動はキリスト教の教えの愛と奉仕の実践の一環なの。キリスト教徒は他者への愛と思いやりを持って、その愛を行動に移すことで社会に貢献しているわ。奉仕活動の種類は多岐にわたるけど、代表的なものにはボランティア活動、チャリティー活動、救援活動などがあるわよ。具体的な奉仕活動の例を教えてほしいのだ。例えばボランティア活動では、病院や福祉施設でのボランティア活動が行われていて、病院では患者のサポートや陪席、福祉施設では高齢者や障害者のケアや交流活動が行われているわよ。それからチャリティー活動では、貧困層や災害被災者への支援活動が行われているの。これらの活動を通じて、キリスト教徒は自らの信仰を実践して社会に貢献しているわ。社会貢献の効果と挑戦。キリスト教の奉仕活動が社会にどんな効果をもたらしてるのだ？奉仕活動は社会の弱者や困っている人々に対して支援を行うことで、彼らの生活を改善する効果があるわ。例えば病院でのボランティア活動では、患者の心のケアや孤独感の軽減、福祉施設での活動では高齢者や障害者の生活の質の向上につながるわ。さらに奉仕活動を通じて、キリスト教徒は自己成長や共同体の結束を深めることもできるの。奉仕活動にはどんな挑戦があるのだ？奉仕活動はボランティアの人手不足や資金調達の難しさなど、いろいろな挑戦があるわ。ボランティア活動やチャリティー活動では、十分なボランティアが集まらなくて活動を継続することが難しい場合もあるわ。それから資金不足によって支援活動の範囲や量を制限しないといけないわ。さらに奉仕活動に参加する人々は自己の時間やエネルギーを割かなければいけないから、その負担も考慮する必要があるわね。まとめ。キリスト教の奉仕活動は、愛と奉仕の実践であり、社会に貢献する重要な活動です。様々な奉仕活動が行われており、その効果は、社会の弱者や困っている人々に対して大きな影響を与えています。奉仕活動を通じて、キリスト教徒は自己成長や共同体の結束を深めることもできます。しかし、奉仕活動にはボランティアの不足や、資金調達の難しさといった挑戦もありますが、キリスト教徒は、信仰を通じて奉仕の喜びを感じ、その活動を続けています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。